はいどうもこんにちは、奥沢です。今日なんですけど、じゃん、インスタ 360-1X2 ですね。こちらの方をね今日紹介していきたいと思うんですが、僕ねこれまで360度カメラってちょっと使ったことがなかったんですよ。数週間前にインスタ360さんの方から連絡いただいて、新しいね360度カメラが出るから試してみないかっていう話をいただいたんですけど、正直にその話をもらった時にはいみたいな感じだったんですよ。っていうのもこれまで普通にねこう撮影をしてて、普段僕こういうカメラで撮影してるわけじゃないですか。でこういうので撮影してた時にこんな時にこう360度カメラがあればいいのにみたいなって正直思ったことなかったんですよ。360度カメラって、PR 動画とかをね見てみると、ジェットスキーに乗りながら撮ってみたりだとか、モトバイクみたいのでこうバーンってこうかっ飛ばしながらね、撮影したりだとか、日本とかだと結構ツーリングバイクとかね乗ってる人なんかが使ってるような、カメラなんだろうなと思ってて、でも僕そういうのやらないしできないし、どうしようかなと思ってたんですよ。とりあえずね一旦こちらの方届いてどんなものかなと思って、近くのねご飯屋さんにも朝ごはん食べに行こうと思った時にとりあえずこれ持って出かけたんですよ。で実際に使ってみてこれちょっといけるんじゃないかなと思って、まだ本当そのね道中なんか10分とか15分ぐらいしか僕使ってないんですけど、ちょっとねいろいろ試してみたいなと思うところも出てきたので、これからね近くの公園に行ってちょっと試してみようかなと思いまして、じゃあね早速、これ持ってちょっと公園に行ってきますんで、じゃあ向こうでお会いしましょう。終わりました。はい、到着しました。明る眩しい。大丈夫かな、撮れてるかな。じゃあね、そしたら早速なんですけど、どういう時にこれが使えるかなって思ったら、やっぱねこうシネマティック Vlog とかを撮ってる時にでもちょっとね映像のバリエーションとしてこう自分が撮影してるところを入れたかったりするじゃないですか。ただそれって僕の場合はリコさんにこうお願いするしかないわけですよ。突然ねカメラを渡されて撮れって言われるんですけど難しいんですね、上手に撮るのが。で、そううまくいかないと怒られるし何回もやんなきゃいけないし360度カメラで撮っておくと、要は、そのカメラの周りにある全てのものをねもう撮っておけるんですよ。で後から自分でそのフレーミング構図とかはやり直せるというか、そういうことができるので、ちょっとね失敗がないというか、これカメラ撮りたいのにカメラ見切れちゃってんじゃんとか言ってないですよ、そんなことそんなね撮っていただいてるのにそんなね注文つけることなんて僕しないですよ。みたいなことができるんで、ちょっとね今回じゃあそれが本当にできるのかっていうのをね検証していきたいなと思います。はい、というわけでこれが、インスタ 360-1X2 の映像になります。はい、これ今僕こっち側にいて反対側にリコさんがいるんですけど、僕からはこれ何が撮れてるか全然ちょっと想像がつかないんですよ。これはこう持っててカメラワークをするっていうようなもんではあんまりないですね。はい、で今一応ねスティックはつけてます。スティックはこう伸びる上から俺のこと見下ろせてるから。ただね一番ちょっとこれね気になるのが、このインスタ360についてるマイクを使ってるので、ちょっとそのオーディオクオリティ的なのも含めてねちょっとテストしていければなと思います。じゃあなんかお散歩しようか。はい。どんな感じですかね。
はい、というわけでね、このインスタ 360-1X2、試してきました。で、これね、正直に言ってしまえば、画質っていうのはね、そこまでめちゃめちゃいいもんでは正直ないです。超広角、広角、リニアみたいな感じで、画角も後からコントロールできるんですけど、リニアにすればするほど歪みはなくなるんですが、もともと超広角で撮ってた映像を、ズームするような形になるんで、画質っていうのはやっぱりね、そこで犠牲になっちゃうかなと。もちろんこのカメラは、360度って撮れるっていうところが売りなんで、こういったね、一眼レフで撮った映像並みのクオリティが撮れるかっていうと、そういったことではないんですが、とはいえ、ああいったハイエンドカメラにはないような、360度っていうユニークなね、機能があるので、そこがやっぱり本当このカメラの面白いところかなっていうふうには思います。歩きながら喋ってた動画はもう本当にもうこうやって持ってただけです。パンを振りたい時だったりだとか、これででも多分ブログとかやってたら、ほらあっちに色づいてるじゃんって言ったら瞬間にカメラをいい感じにシュッて途中でね、飛行機が上をこうピューンって飛んでたんですけど、で、その広角とか飛行機が飛んでますね。そういった時も特にカメラは何の操作することもなく、ただこれを持って歩き続けてたっていうね、やっぱりカメラを操作することが難しいような状況なんかでは、これをポンと一つつけておいて、撮影するっていうのはね、非常に面白いんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと本体の方を見ていきたいと思うんですけど、外観を、見てみるとこんな感じになってます。で、ここにね、180度の超広角、レンズがついているので、これが表と後ろにあって、でこの2つの映像を合体させて360度の映像が撮れると。ここにマイクがついていて、こっちに電源ボタンがついてます。液晶はね、こうやってぐりぐり回してあげることでね、この360度、好きな、方向をそこでプレビューすることができます。で、この左側の方にはね、こんな感じで USB-C のポートがついてたりだとか、でここをねカチッと開けてあげるとこんな感じでバッテリーが出てきて、ここにねマイクロ USB が、入るようになってます。でここにあるのが、レックボタンですね。これをねポチッと押してあげると撮影を開始することができます。さらにこの 1X2 は防水仕様になっているので、最大水深10メートルまでねこう突っ込んであげても、ちゃんと動作するっていうことになってます。今回ね僕これを水につける機会はなかったんですけど、夏場とかねこれ持って海に行くのもちょっと楽しいんじゃないかなっていう気がします。であとねやっぱりね面白いなと思ったのはね、この自撮り棒、こいつがねなぜか消えるんですよね、映像だと。これはどうやってやってるんですかね。後処理でね消してるんですかね。はい、じゃあね次はねこういうねアクセサリーがあるんですよ。これがこう紐ですね。でこの先に 1X2 をつけて、振り回すと、バレットタイムが取れるみたいなんで、次はそれをやっていきたいなと思います。眩しいな。失礼します。あとやっぱ編集もしてて一番楽しかったのが、これで疑似的なマイクロドローンみたいな撮影をするのはね非常に面白かったです。これを持って、あたかもこうドローンを操ってるかのように撮るっていうのは、本当にねFPV ドローンを使って撮ったんじゃないかっていうぐらい結構迫力のある映像が撮れたので、ちょっと編集にコツはいるかなっていうふうには思ったんですが、ただこれはねうまいことやれば本当ね使えるんじゃないかなっていうふうにね思います。このね自撮り棒をさらにこれねここもう1個つけて延長することがどんどんできるので、すごい高いところからね撮ったりとか、ちょっとね僕この自撮り棒1本しかなかったんで、それでもね十分本当ドローンっぽい映像が撮れたんじゃないかなっていうふうに思います。で動画の編集は今回僕は全部スマートフォンの中でやりました。結構大変かなと思ったんですけど、意外とねそんなことなくて、カメラのアングルを切り替えたいななんて時にこうキーフレームをどんどん打っていって、こんな感じでね撮影しといたこう映像っていうのをいくらでもこう後からこう動かすことができるので、これが本当に面白いなと思ったんですけど、編集する時にこれ見えますかね、こうほらこんな感じでスマートフォンのこのジャイロを読み取って、こうやってねもう一回家の中でね撮影したシーンのねカメラワークをこうやってやり直せるっていう、こんな感じで、これはね
すごいね面白かったですけど、嫁さんにね何してんのって言われましたね。最初に言った通りやっぱりユニークな製品なので、一体どんな時に使うんだろうと思ってたんですけど、使ってみれば非常に楽しいですし、こんな感じに使えば面白いかもみたいなねアイデアが湧いてくるので、皆さんの普段のシチュエーションにこのカメラがねハマるかどうかっていうのはわからないんですけど、少なくとも使ってみて非常に楽しかったです。Vlog で使うのはもちろん使えると思いますし、非常にね面白い撮影ができるので、もちろんねスマホの画面に合わせて縦の動画も撮れるので TikTok とかそっち系のね動画に向いてるんじゃないかなっていう風にね個人的には思いました。店頭とかで試す機会があったらねぜひね触ってみて360度撮れるっていうね体験をぜひね試してみてほしいなっていう風に、思います。はい、じゃあねそんな感じで、このインスタ 360-1X2 のねレビューは今日は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。ピース。